はい、どうもこんにちは。ロイヤルブルーコーヒーのバリスタ豊です。コーヒー家で入れるのめんどくさいですよね。一つ簡単な方法があります。それは水出しコーヒー。はい、前回ね、水出しコーヒー専用というか、水出しコーヒーでも使える豆でこんなのですよっていうのを説明した動画があるんですけども、この辺にじゃあ、はい、この辺です。もし見てない方は見てください。それで、水出しコーヒーの、その時の結論としては、水出しコーヒーの豆っていうのは、深入りというのがほとんどですよねっていう話、多いですって話をしたんですけども、じゃあ、浅入りのコーヒー豆で水出しできないのっていう疑問がある人がいないとかいるとかで、疑問に思ったら試したらいいなってことで、今回は浅入りのコーヒーを水出しコーヒーで作ってみましょう。これも検証動画にはなるんですけども、実際に検証していきたいと思います。浅入りだけだと、じゃあ比較対象がないので、出てるのか出てないのか分かんなくなるので、一応今回も2種類の豆を用意して、同じ、これはケニア AA のウォッシュドの豆を2種類、焙煎度合いの違う2種類の豆を使って検証していきたいと思います。で、水出しコーヒーって2種類の方法がありまして、これわかりますかね。ここに、冷たい水、常温の水でもいいんですけども、冷たい水を入れて、ここにコーヒー豆を入れまして、ポタポタポタッと一滴ずつ落としてゆっくりと抽出する器具なんですけども、こういった方法があるのですけども、僕これ1個しか持ってないので、2つ同時にどうしても水出ししておきたいので、これは今回使いません。今回使うのはですね、よく麦茶とかでも水出しの麦茶で入れる時があるじゃないですか。僕はよく入れてますけども、そういった時に使われるようなこのお茶っ葉を入れるこういった不織布っていうんですかね、この中に同じ量のコーヒー豆を入れて、で同じ量の水に入れて冷蔵庫に8時間入れようと思います。で8時間から12時間なんですけども、8時間で一度様子を見て、でもうちょっとあまり差がわからないとか、もうちょっと出した方がいいなって思ったら、12時間まで様子見たいと思います。それじゃあ、作っていきましょう。豆の粗さは、僕のこのコーヒーグラインダーで一番粗い状態でガリガリとやっていきたいと思います。なんやねんガリガリってなガリガリって。で、比較するときに、引く順番なんですけども、浅い方から、砕いていくようにしてます。浅い方が薄い、深い方が濃いというような認識で覚えるのが覚えやすいんじゃないかなと思います。はい。では。いい香り。で今回テストするのは 15g の豆で1対10でテストしたいと思います。なので 15g のコーヒー豆に 150ml の水を入れていきたいと思います。はい。でもう、浅入りは浅入りなんですけども、深入りの方は実はそこまで深くはなく中深ぐらいなイメージです。同じ豆の、深入りをちょっと準備できなかったので申し訳ないですけども、浅入りと中深入りでテストを検証していきたいと思います。それでも結構差は出てくると思うので、大丈夫だとは思います。水出しコーヒーの水ですけども、ろ過した水を使いたいと思います。香ばしい。いい香り。フローラルというか。こぼさないかな。ちょっとこぼし
しましたけども、気にしない。で、漏れないように閉じていきます。粉が出ていかないように閉じていきます。これですね。はい。で次に深入り。こぼしそう。でも大丈夫。まずなら落ち着いていれば、できるまでやればできる。よし、いい感じ。ちょっと出たけども、まあさっきもね、アサリの方もちょっと出たんで、はい、よしとします。あまりこの辺は細かいところまでは気にしません。大丈夫そうですね。OK。はい。準備できました。これ、出ました。はい。じゃあ水を測っていきたいと思います。ちょうど同じようなサバがありましたので、この中に同じ量の水を入れていきます。はい。では、この中に、それぞれのコーヒー豆をこのままいきたいと思います。はい。今の時間を覚えて、軽く回して、はい。これで冷蔵庫に入れていきたいと思います。ちょっとマニアックな話をするんですけども、コーヒーを入れる水ってどんな水がいいのっていうふうに思う人もいるかもしれません。基本的にコーヒーっていうのは、ドリップコーヒーとか、アメリカンでもそうだと思うんですけども、90% 以上、ドリップコーヒーの場合は 98% ぐらいかなは水なんですよ。なので、水の種類によってコーヒーの味はもちろん変化します。ただ、どんな水がいいかというのは、そうですね、ミネラルウォーターがいいという人もいるんですけども、水の違いも硬水と軟水があると思うんですけども、硬水軟水の違いは口当たりが変わります。硬水の方がより重みの感じるというか、ザラザラ感というかがある感じで、軟水だとそれがあんまり感じないみたいな。で、あとはミネラルウォーター、ミネラル質が多い水はより多くのコーヒーの成分を出してくれるという風なイメージですかね。なのでミネラルウォーターだと出やすいから、あまり時間かけて出すと嫌な成分というか雑味が出やすくなるんじゃないかなと思います。水に関しても様々な水を試してみたらいいんじゃないですかね。その水道水であったりとか、水道水を一度沸騰させてから冷ましたやつを水出しにするとか。うちの場合はフィルターを2回かけてます。ブリタともう一つ別のフィルター。水道水から浄水器ですね。浄水器から出たやつをブリタに入れてます。はい。ちょっとしたマニアックな話でした。はい。8時間が経ちました。ちょっと見せて9時間になりましたけども、9時間経ちました。こっちが朝入りの方で、こっちが中深入りの方です。冷蔵庫の他の匂いがね、移ると良くないので、一応ラップをしときました。ではラップを剥がしていきたいと思います。どうですかね。色はやっぱりこっちの方が濃いかなっていう風なイメージですね。でもなんか香りはちょっとわからないです。はい、では中の出していきたいと思います。はい、ではちょっと味見をしていきたいと思います。わかりますかね。はい、こっちのちょっと薄いです。では試飲していきたいと思います。渋みが、ありますね。で、なんか薄い。続いて、中深い。まだコーヒーっていう雰囲気
があります。ホットで飲んでる時よりかは苦味が感じれないですね。同じ豆でホットで飲んだ時はもう少し苦味がこう強調されてたようなイメージですけども。で、ホットで飲んだ時はこの焙煎度合いが一番好きだったんだけども、水出しにするとなんかいまいち美味しく思えない。もしかしたら浅煎りの、水出しの仕方っていうのがあるかもしれないですね。それはゆくゆく研究していきましょう。なので現段階というかこのような水出し方法だとやはり深煎りの方が、適しているのじゃないかということですね。あと一つ気づいたのが微粉が袋から出てきてしまっているので、結構沈殿物が出ているので微粉をこしてから袋に入れると良いかもしれないですね。もしくは袋に入れずに直接もう入れてしまってでホットで出すような形でこう紙フィルターでこすのもありかもしれませんけども、どちらにしろ微粉があるとそのフィルターに詰まりやすいので微粉はやっぱり取った方がいいかなとは思います。でもう一つ水出しコーヒーは確かに楽なんだと思うんですけども、ひいた豆を水の中に入れて冷蔵庫に入れたらはい出来上がり、次の日の出来上がり、次の日は12時間後には出来上がりという形なので、楽だと思うんですけども、豆の量が1対10で多く必要になるんですよ。なのでコスパは少し悪いかなというふうなイメージがあります。ホットで出すときはだいたい1対15で僕は入れてるので、水出しコーヒーにすると結構この差っていうのは出てくるのかなと思いました。はい、本日は以上です。ではまた次の動画でお会いしましょう。もしこの動画が参考になったり楽しんでいただけたら、ぜひいいねボタンを押していただけるとすごく励みになります。そしてチャンネル登録をしていただけると最新の動画がアップされた時に通知が届くので見逃さずにチェックしていただきますよ。これからも一緒に美味しいコーヒーを追求していきましょう。ではまた。